今から130年ほど前、1895年12月28日、パリのある地下ホールで映画が初めて一般公開された日です。この時に流されたのは、工場から人々が出てくる様子や赤ん坊が食事をする様子など、1分ほどの簡単な記録映像でした。最も古い映画の中でも、ラッショー体系の列車の到着は一番有名な映画かと思います。この映像が流れた時に、本当に汽車が来たと思って逃げた人々もいるという有名な逸話も残っています。大きなスクリーンに映像を映し出してそれをみんなで見るという、このシネマトグラフという機械を発明したのはルミエール兄弟というのも有名でしょう。この一般公開に先駆けてルミエール兄弟たちは1895年の3月にフランスの発明家たちを集めて、いわゆる映画史上初めての試写会を行っています。この試写会に招かれていたのはシャルル・パテやレオン・ゴーモンなど、後の映画産業を背負っていく人々でした。パテ社や拷問社のロゴは今でも映画の冒頭などで見ることができます。レオン・ゴーモンはこの時写真機材の会社を経営していましたが、そこで秘書として働いていたのがまだ21歳だったアリス・ギーという女性です。彼女もこの試写会の場に居合わせた人の一人でした。彼女はそこでシネマトグラフというツールをただ映像を記録するものではなく、それを使って物語を伝えたいと思い立ちます。映画はアリスから始まったというドキュメンタリーは、一秘書だった彼女がいかに映画を作っていったのか、そしてその彼女が作った映画がどれほど映画界そのものに影響を与えていったのかということを探っていく映画となっています。早速彼女は会社の空いているスペースを使い、老若男女を集めて映画の制作に取り掛かります。1896年、キャベツ畑の妖精という映画が完成します。これはフランスの言い伝えを映像化したファンタジー映画です。そして彼女の代表作となりました。しかし彼女はこの作品にとどまらず、この後も本当に多くの映画を作っていくことになります。しかし多くの映画を手掛けるだけではなく、新しいことに次々とチャレンジしていきます。マダムの欲望という1906年の映画ではクロースアップを取り入れています。戦艦ポチョムキンという1926年の映画で、ソ連の映像作家セルゲイ・エイゼンシュテインがこのクロースアップを取り入れるよりも20年も前に、この映画を撮ったわけです。しかもこのエイゼンシュテインはアリス・ギーに影響を受けているということがこの映画の中でわかります。また音声と映像を同期させたそういった映画も撮っています。これも1920年代後半にトーキーが出てくるよりもはるかに前のことです。Bonjour, dites-moi, Rosine, ma belle voisine, d'où venez donc tout ce bruit chez vous cette nuit? Vous battiez-vous, ma charmante, étiez-vous souffrante? Je vous entendais gémir, je n'ai pas pu dormir. またヌーベルバーグよりも50年も前にロケ撮影も行っています。機材を運んだり段取りをしたりですとか、全てが新しいわけですから、今よりも本当に大変だったことでしょう。ただ更地に家を建てるだけではなく、土地自体を木を切り倒して草を分け、そして耕しながら土地を慣らして、そしてそこに家を建てていったようなものでしょう。
また社会的なテーマも積極的に取り入れて、それをユーモアを持って描いた、そういった映画もたくさん作っています。1906年のフェミニズムの結果という映画では、女性の権利が強くなりすぎて男女が逆転した世界が描かれています。家の中で編み物や家事をしているのが男性で、外で女性が働いているという世界です。そしてその世界も行き過ぎるとどのようになるのか、そういったところが風刺の効いたパラレルワールドものになっていて、とても面白いものです。しかもこれは女性解放運動の50年前ということもありますし、またジョルジュ・メリエスという、これもフランス人の映像作家、元マジシャンの映像作家が月世界旅行という映画を作った1902年のわずか4年後であることも興味深いでしょう。そしてメリエスとは違ったタイプの SF を作っているというところも面白いところです。またこの映画の中にはインタビューの相手としてベン・キングズレーという俳優が出てきますが、彼の出ているヒューゴの不思議な発明というマーティン・スコセッシ監督の映画も、このアリス・ギーのいた時代を知るのに大変、役立つ作品だと思います。こうしてこの映画を見ていくと、あらゆる点でこの映画産業を開拓していったとても重要な人物だったのだということが分かっていきます。しかし映画ファンの中でも彼女のことを知っている人はほとんどいないでしょうし、もちろん私も知りませんでした。映画史の本などを見てみると確かに彼女の名前は書いてあるんですが、そんなにやはりルミエール兄弟やジョルジュ・メリエスといったそういった人たちの中に埋もれてしまっている、そういった印象があります。またこの映画の中でもハリウッドの最前線で活躍している監督や俳優たちにインタビューをして回りますが、彼らさえもほとんど彼女のことを知らないということが分かっていきます。なぜ彼女がほとんど認知されずに忘れ去られてしまっていたのか、そのこともこのドキュメンタリーは描いています。そして同時に彼女の名前を復活させ、そして文字通り映画史を塗り替える、そういったドキュメンタリーになっています。塗り替えるというよりも、上書きされていた塗料を丁寧に削り落としてアリスの功績をあらわにする、そういった考古学的な発掘作業のような本当に貴重なドキュメンタリーとなっています。また一人の人物へのインタビューから次の手がかりにどんどんそういった手がかりをたどっていく、そういった構成はまるでサスペンス映画のようで、本当に見ていて飽きないものでした。またオープニングもとてもおすすめで、今年見た映画の中でも本当にトップレベルで、興味深いし、テンポもいいし、勉強になる素晴らしいオープニングでした。映画の始まりを知ることのできるドキュメンタリー、映画はアリスから始まったのレビューでした。